私は無農薬でバラを育てていますが、これまで貝殻虫はあまりつかず、ついても弱った株に1本か2本程度でした。ですが、去年いろいろな肥料を試している中で、今までになくたくさんの株に貝殻虫がついてしまいました。その原因について、黒点病に対して勉強している中で分かったことがあります。それは、窒素がどうやって吸収されているのか、という話です。窒素は、アンモニア体、または硝酸体、というどちらかの形で植物に吸収されます。有機肥料を土に入れると、そのままの形では植物は吸収できません。有機肥料に含まれる動植物からできた成分は、微生物によって細かく分解されていきます。そしてタンパク質はアミノ酸へ、さらに分解されてアンモニウムという形になります。ですが、酸素のある土には、主に消化菌という菌が住んでいます。その菌はアンモニウムを硝酸という形に変化させます。硝酸は植物にとって吸いやすい形なので、あればどんどん吸収されます。別に植物のためじゃないよ。ここからエネルギーを得ているんだよ。吸収された硝酸はどうなるのかというと、植物は吸収した硝酸を体内で再びアンモニウムに戻しています。なぜわざわざそんなことをするのでしょうか。植物は吸収した窒素を使ってアミノ酸を作り、そのアミノ酸からタンパク質を合成しています。タンパク質は葉茎、新芽などを作るための重要な材料であり、植物が成長するために欠かせません。しかし、硝酸のままではアミノ酸の材料に直接なることができません。そこで植物は硝酸を一旦アンモニウムという形に変えます。そして、そのアンモニウムを使ってアミノ酸を作り、さらにタンパク質へと作り変えていくのです。硝酸をアンモニウムへ変えるために必要なのが、酵素と、そこへエネルギーを運ぶ、歩酵素です。彼らは植物の細胞の中で力を合わせ、硝酸を少しずつアンモニウムへと作り変えていきます。ここからは、見えない葉の中で起きている、小さな働き者たちの世界です。朝、太陽の光が植物へ届き始めると、働き者の酵素たちが目を覚まします。酵素たちは根から届いた硝酸をアンモニウムへ変える仕事をしなければなりません。けれど、そのためには助手と道具が必要です。光合成で作られた糖から、歩酵素くんは火花のような小さなエネルギーを取り出して、酵素の元へやってきます。
酵素はその小さなエネルギーを使い、硝酸をアンモニウムに変換します。ですが、中には力が湧かない酵素もいました。その酵素は、体に組み込まれている心臓のような存在、モリブデンを持っていなかったのです。モリブデンは、微量要素の一つで、植物にとって欠かせない栄養素です。硝酸をアンモニウムに変えるときには、酵素が働きますが、この酵素には、モリブデンが含まれています。そのため、モリブデンが不足すると酵素がうまく働けず、変換がスムーズに進みません。すると、植物は窒素を吸収しているのに、うまく利用できず、結果として栄養不足のような状態になってしまいます。つまり、窒素はあるのに、タンパク質を作れない状態です。その状態では、細胞をしっかり作れなくなるため、早く茎が軟弱に伸びやすくなり、病気や害虫にも弱くなってしまいます。消化菌によって硝酸に変わらなかった窒素はアンモニウムの形で根から吸収されます。しかし、アンモニウムは多すぎると植物にとって有害になると言われています。そのため植物は吸収したアンモニウムをできるだけ速やかにアミノ酸へ変換します。アンモニウムは主に根でアミノ酸に変換され、その後、タンパク質などの材料となって植物の体づくりに使われます。アンモニウムの方が効率が良さそうに思えますが、実際の土の中には空気があり、消化菌が働くので、アンモニウムは硝酸に変わりやすくなります。光合成により、葉では糖が作られます。その糖をもとに、有機酸が作られます。アンモニウムをアミノ酸に変えるためには、この有機酸が必要です。これは、有機酸がアンモニウムと結びつき、アミノ酸の材料となるためです。そして、この反応を進めるためには、エネルギーが必要なため、根は盛んに呼吸を行います。そのため、土の中に十分な酸素があることが大切です。植物にアンモニウムを過剰に与えると、毒性が生じるため、植物はその影響を抑えるために、アンモニウムを速やかにアミノ酸へ変換します。そのアミノ酸は、さらにタンパク質へと合成されていきます。しかし、その量が多すぎると、アミノ酸をタンパク質に変えきれなくなり、アミノ酸が体内に溜まりやすくなります。アブラムシや貝殻虫は、細い針のような口を植物に差し込み、葉や茎の中を流れる汁を吸って栄養を得ています。この汁にはアミノ酸が含まれています。そのため、植物の中にアミノ酸が多く溜まっていると、
これらの害虫にとって栄養が豊富な状態となり、狙われやすくなると考えられています。硝酸をアンモニウムに変えるためには、助手である補酵素が糖から取り出したエネルギーが必要で、アンモニウムをアミノ酸に変えるためには、糖を元に作られた有機酸が必要です。このように見ていくと、植物が体を作るためには、光合成によって作られた糖や有機酸、そして窒素が互いに深く関わり合っているのだと思いました。日当たりの良い場所にある植物と、日陰にある植物では、光合成によって作られる糖の量も変わってきます。そのため、植物に負担をかけないためにも、生育環境や光合成の状態に合わせて、肥料の量を調整することが大切なのではないか、と思いました。実際に私も、肥料の種類や成分の違いによって、植物の状態が大きく変わることを経験しました。私は去年の夏、いろいろな肥料を試している中で、カリウムには細胞の張りを保つ働きがあることを知りました。そこで、カリウムの量が窒素より少し多い肥料を使ってみたところ、使い始めの頃はバランスが良かったためか、虫の被害はあまり見られませんでした。しかし、数ヶ月経った頃、それまで経験したことがないほど、多くの苗に貝殻虫がついていました。その時に使っていた肥料には、モリブデンが含まれていませんでした。モリブデンが入っていなかったことで、植物が吸収した窒素を十分に使い切れず、気づかないうちに少しずつ弱っていたのかもしれません。その結果、貝殻虫がつきやすい状態になってしまったのではないか、と感じています。鉢植えのバラは、肥料を切らさないよう少量ずつ与えるのが良いとされていますが、私は与えすぎるリスクを考えると、やや少なめの方が良いのではないか、と考えています。私が使っている活力剤のうち、X エナジーとリキダスには、モリブデンなどの微量要素が含まれています。また、カルシウム補給に使っている石膏や使用している肥料の中には微量要素が含まれているものもあります。微量要素は植物にとって必要な栄養素ですが、必要量はごくわずかなので過剰にならないよう、これらを与える時期が重ならないように、できるだけ間隔を空けて使用しています。液肥は、肥料成分があらかじめ水に溶けている点が、固形肥料と異なりますが、植物に吸収された後の窒素の利用の流れは、固形肥料と変わりません。病害虫の発生には様々な原因がありますが、その中には窒素の過剰やモリブデン不足、根詰まりによる酸素不足などによって植物の活力が低下していることが
病害虫の発生に大きく関わっているのではないか、と思います。栽培環境や肥料のバランスを見直すことが、植物を元気に育てるためには大切なのではないか、と感じています。